エモエモ。こんにちは、えもこです。今回は私の iPad の作業環境を紹介したいと思います。私は iPad をイラスト制作や読書などに使っていますが、別売りのアクセサリーを使うことで iPad をより快適に使えるようになるので、よかったら参考にしてみてください。それでは行ってみましょう。まず iPad 本体ですが、私は M2 の iPad Pro 12.9 インチを使っています。私はなんだかんだと新型が出るたびに買い替えている気がします。iPad Pro の特徴は画面が大きいこととペンのホバー機能があることです。画面が大きいと絵を描くときに細かい部分が描きやすかったり、スプリットビューで2つのアプリを同時に使っても画面が大きいおかげで操作しやすいなどのメリットがあります。例えばお絵描きアプリと資料アプリを同時に開いて資料を見ながら絵を描いたりできます。ペンのホバー機能はペンを画面に触れずにカーソルを操作できる機能です。ホバー機能があるとどのボタンを押そうとしているか、どこに線が引かれるのか事前に確認できるので操作ミスが減って作業しやすくなります。パソコンの液タブだと当たり前の機能ですが、 iPad だと今のところプロ限定の機能で別になくても困らないのですが、あると地味に便利な機能です。あとは画面の発色が綺麗だったり、プロモーションという技術で画面の表示が他の iPad よりもスムーズで、 Apple Pencil で線を描いた時の遅延も少なくなっています。メモリ容量が多くてグラフィックの処理速度も速いので、お絵描きアプリのレイヤー枚数をたくさん増やしてもアプリが落ちにくいです。なので動画編集など重めの作業も快適にやりたい人にはプロがおすすめです。ただ普通の iPad も十分高性能なので、ほとんどの人はプロじゃなくても大丈夫だと思います。 iPad Pro と他の iPad の違いが気になる人は先日のレビュー動画を見てみてください。次に iPad につけているカバーですが、 Amazon で購入したサードパーティー製のものを使っています。マグネットで iPad にくっつけられてすぐに取り外したりつけたりできるところが気に入っています。 iPad をはめ込むタイプのカバーはしっかり装着できる分本体が傷つきやすい気がするので、私はマグネットでくっつけるタイプを使っています。蓋を開閉すると自動でスリープしたり起動したりするので、電源ボタンを押す手間が省けます。開けた蓋は裏側にくっつけられるので邪魔になりません。蓋を折り曲げるとスタンドになって iPad を立てて使うこともできます。蓋が開かないように留めるところにペンを固定できるので、ペンを落としたりなくしにくいようになっています。ただ私はペンにグリップをつけていて、ペンが太すぎてうまくペンを固定できないのが残念です。このカバーは純正ではなく Amazon で買ったものですが、純正よりも価格が安くて使い勝手もいいので、個人的にはこれくらいで十分かなと思います。画面に貼っているのはエレコムの剥がせるペーパーライクフィルムです。ペーパーライクフィルムは画面が紙のような質感になる保護フィルムです。画面に何も貼らないと少しツルツルした書き心地になりますが、これを貼ると紙に鉛筆で書いているような感じになってサラサラと書き心地が良くなります。ペーパーライクフィルムを貼ると書き心地が良くなる代わりに画面が白っぽく見えるデメリットがありますが、これは着脱式なので絵を描かない時は取り外して、映像などを見る時は綺麗な画面で楽しむことができます。ただこのフィルムは付け外しできる分画面から少し浮いているので、画面にピタッと貼る剥がせないペーパーライクフィルムよりも画面がさらに白っぽくなってしまうデメリットがあります。なので正確な色でお絵描きしたい人にはあまり向かないかもしれません。以前このフィルムの使い心地を詳しくレビューしているので、気になる人はそちらも見てみてください。ペンは純正の Apple Pencil の第2世代を使っています。第1世代との違いはダブルタップで鉛筆と消しゴムを切り替えられたり、ペンに平らな面があって転がりにくく iPad にくっつけるだけで充電できることです。ダブルタップというのはペンの側面を2回タップするとペンと消しゴムなどのツールを切り替えられる機能です。手が当たっただけで誤作動することがあるのでオフにしている人もいますが、画面のボタンを押す手間が省けるので個人的にはよく使っています。このようなペングリップをつければダブルタップの反応が鈍くなって誤作動しにくくなると思います。純正の Apple Pencil にはパソコンの液タブのような筆圧感知の機能がついていて、ペンを押さえる筆圧の強さで線の太さや色の濃さを調整できるので、絵を描くときに
便利です。Apple Pencil のデメリットは価格が高すぎるところで、ペンだけで約2万円もします。筆圧感知のないペンなら Amazon で3000円くらいでも買えるので、絵を描かない人はそちらでも十分だと思います。以前いろんなペンを比較した動画も出しているので、 iPad でどのペンを買えばいいか迷っている人は見てみてください。ペンにつけているのはエレコムのペングリップです。 Apple Pencil はプラスチック製で硬いので長時間使うと指が痛くなるのですが、グリップをつけると手が痛くなりにくいです。このグリップはつけたままでも iPad にくっついて充電されるので、グリップをつけたり外したりしなくてもよくて便利です。ただ磁石の吸着力が弱まるので iPad にくっつけたペンが外れやすく、床に落としやすいデメリットもあります。運悪くペン先から落ちるとペン先が折れて壊れてしまうので気をつけないといけません。詳しい使い心地が気になる人はレビュー動画の方も見てみてください。ペン先は純正のプラスチック製のペン先からメコの金属ペン先に付け替えています。純正のペン先はプラスチック製なので、表面がザラザラしたペーパーライクフィルムと一緒に使うと摩擦ですぐに削れてしまって、定期的に交換しないといけなかったり、返しの価格も高いので、私は削れにくい金属ペン先を使っています。金属ペン先はペーパーライクフィルムと一緒に使ってもペン先が削れにくいし、価格も純正よりも安いので、ペンをたくさん使う人にはコスパが高いと思います。ただ金属なのでツルツルしていて少し書きにくかったり、ペンを傾けると線がペン先じゃないところから引かれて見えたりするので、書き心地は純正よりも落ちてしまいます。私はペン先の耐久性を重視して金属ペン先を使っていますが、書き心地を重視したい人は純正のペン先の方がおすすめです。金属ペン先の詳しい書き心地が気になる人はレビュー動画を見てみてください。次に iPad を置いているのはボヤタの iPad スタンドです。このスタンドは丈夫でぐらつかないのでお絵かきに使いやすいのが特徴です。高さや角度も細かく調整できます。私はこのスタンドを2年くらい使っていますが、関節が緩くなるとかもなく特に問題なく使えています。このスタンドは iPad だけでなくスマホやノートパソコンにも使えるので、 iPad を使わない時は MacBook のスタンドにしています。ただ丈夫でぐらつかない分角度調整が硬くて難しいので、頻繁に角度を変えたい人には向かないと思います。気になる人はレビュー動画の方も見てみてください。最後に iPad の作業効率を上げる左手デバイスを紹介します。iClever の無線接続できる点キーでパソコン用ですが iPad でも使えます。これを使うことでアプリのよく使う機能をボタン一つで呼び出せるようになるので、作業スピードがかなり上がります。例えば筆の切り替え、レイヤーの表示、スポイトなどを手元で簡単に操作できます。ボタンに割り当てた機能はアプリの画面から消せるので、その分キャンバスを広く表示できて iPad の小さい画面でも絵が描きやすくなるメリットもあります。ただ点キーは使えるアプリが限られていて、お絵描きアプリだとクリスタでしか使えないので、他のアプリでも使えるようになればもっと便利だと思います。詳しい使い方や設定方法は以前動画で紹介しているので、気になる人は見てみてください。今回は iPad の作業環境を紹介してみましたが、私はメインの作業はパソコンと液タブでやって、 iPad はラフや下書きなどアイデア出しの時に使うことが多いです。 iPad は気軽に持ち運べて、ソファーやこたつなどでリラックスして作業できるところが気に入っています。今回紹介したようなアクセサリーで自分好みにカスタマイズするとより使いやすくなると思うので、これから iPad を買おうと思っている人はよかったら参考にしてみてください。もちろん iPad 以外でもお絵描きはできるので、パソコンや液タブなど自分に合った環境で楽しくお絵描きしてみてください。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵描き関連の動画を投稿しています。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。